はい、ご視聴ありがとうございます。今日は12月の中旬です。はい、前回の動画投稿からだいぶ空いてますね。というか釣りに行けなかったわけじゃないんですが、4回ほど行ってますがね、本命が釣れていないっていうやつですね。もうアイゴにチンチンにされて、ちょっとね素材が取れてない状態ですね、今はね。で、今日はこの磯に来ました。前回1月の投稿から結構空いてると思うので、1ヶ月以上空いてるのかなって感じですね、ここ来るの。そんな感じです。真冬はねどんな感じかなっていうのが結構気になってたんで、今日はちょうどね南西の風がねなんか16時ぐらいになると爆風になるっていうんで、その裏にね来ています。そんな感じです。安全に釣りをするためにここを選んだって感じになります。それではねコマセの方作っていきましょう。はい、今日も懲りずに奇襲釣りの方をやっていきます。即割れ団子ですね。グレパンの方をね2000cc 測り取って入れていきます。はい、300、これで600ですね。これで900、はい、1200、これで1500ですね。これで1800、あと200ですね。はい、これで 2000cc です。で、次ですね、浮き団子 X 加えていきます。こちらは 1000cc 測り取って入れていきます。はい、300、900、こんなもんでいいんじゃないかな。で、これで1000で、粉を加えたらよく混ぜていきます。で、現在の時刻が12時20分ぐらいかな。はい、昼からのんびりってやつですね。で、今日の潮回り中潮かなで、3時30分ぐらいになると135センチまで満ちてきます。で、今が多分100ちょっととかそんなもん。今も上がってますね、潮ね。で、15時半になってそこから一気に下がる。だいたい7時か8時ぐらいに30センチぐらいになるのかな。そんな感じですね。今日は夜釣りはやらないですね。はい、もう本当に吹き荒れるらしいんですよね、風がね。一気に変わるらしくて、それが怖くて、安全なところで釣りができる方にしたって感じになります。風が強くて選択権がなかったって感じですね。はい。でも幸い人がいないんで貸し切り状態で釣りができるっていう、ちょっとラッキーな感じですね。で、よく混ざったと思うので、ここで水分を加えていきます。で、水は粉 500cc に対してだいたい 100cc の水を入れていきます。なので、3000cc なんで 600cc まず入れて様子を見るって感じです。今日はね終業なしでやります。これで300、終業後からでもできるんでね。これで600ですね。アイゴがすごくてちょっとなんかななんかなって感じなんですよね。どこ行ってもアイゴが釣れちゃうんですよね。もう三浦界隈はアイゴだらけという、去年はねアイゴ釣れてた時期は砂浜行ってサーフで釣りしてましたけどね。今日もそれはその選択肢は取れないっていう、そんな感じです。なんか本気で深瀬釣りとかね、そういう寒の釣りをするってなると、1月2月が最盛期って感じだね。近年はね、ここ8年ぐらい、結構いい感じに混ざったな。で、握るとこんな感じ。こんなでかくは作らないんだけど、使わないんだけど、握るとこんな感じですね。非常に握りやすい団子です。それではね、水分が馴染むまで時間がかかるので、その間はね仕掛けを作りたいと思います。はい、それではね仕掛けの準備ができましたので、水深の方を測っていきます。使う浮きは東野浮き円筒小 5B ですね。こちら使っていきます。で、針に 1.5 号の重りをつけました。前にね V がいるんですよね。夏はなかったんですけど、それがちょっと邪魔かな。邪魔なんだけど、あそこまで投げるのはね結構至難の技。週で
投げようと思えば投げられます。でかい魚かけたらあの部位に巻かれないようにしなきゃダメだね。結構強引にやらないと巻かれたらアウトだね。多分タコツボとかなんとかそんなもんだと思うけど、入ってるのがね。はい、それではねちょっと取ってみましょう。これか、これだね。今出たか。今ね2メーター80ぐらい、2メーター60かな。2メーター60でこれぐらいのトップの出方。波が来たりすると沈んじゃうってやつだね。今沈んで見えなくなったけど、多分これ流されてるからですね。でこれにちょっとね浮きの長さ分のね浮き下深く取ってあげて始めてみるのがいいかもしれませんね。はい、それではね今日使う浮きですね。東野団子60の16ですね。こちら使っていきます。途中で風が強くなるので長い浮きはちょっと避けたって感じになります。で重り配分ですね。まずトップの中に G5 のガンダムが2つ入ってます。だいたい 0.32 とか 0.3 とかですね。はい、そんなもんで、浮きの下にね 5B のガンダムですね。こちら 1.8g になります。でサルカン上に G4 のガンダムですね。こちらが 0.2g になります。で全部合わせるとだいたい 2.3 から 2.5 の間、 2.35 の間って感じですね。まずはこれでやってみようかなって感じです。はい、それではね団子を握っていきましょう。まずねオキ網を縫い差ししていきます。こんな感じですね。はい、で片手に団子取って、で中央にくぼみをね作って挿絵を入れ、片手でかぶせて握り込んでいくって感じですね。この時にねハリスを巻き込まないように注意して握っていきましょう。で丸く成形したら強い握りを入れていくって感じです。だいたいこの配合だと、4回ぐらいがちょうどいいので、4回ぐらい入れていきます。1、2、3、4、こんな感じですね。はい、それでは1投目ですね。沖にある部位に気をつけながら釣りをしましょう。あれ以上投げるのはちょっと難しいですけど、本気を出せば投げられます。まずはあのぐらいで様子見ましょうか。あとは仕掛けが流れる方向とか知りたいですね。だいたい推定距離 20m 飛んでるかどうか。浮きこれですね。今沈んじゃってます。浮き下だいたい 3m ぐらいです。今1投目、今23秒。重り負荷が 2.3g あるかないかぐらい、1.33 とかそんなもんですね。で投入して団子あたり出ない団子なんです。団子っていうか団子あたりが出ないような釣りしてるんですけど、今浮きが沈んで見えないんで、こういう時ねラインが突っ走ってったら合わせましょうラインがねバラ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 って出てったらね魚なんで、それは合わせた方がいいですね。今のところラインに何の変化もないんで、おそらく団子だと思います。なんかベイトが入ってますね。キラキラしてるね。1分経って団子が割れないのおかしいなんで回収しましょう。トラブルの可能性があるね。餌が残ってるんでほぼ団子だと思います。ちょっと団子がでかすぎたかな。では2投目ですね、行ってみましょう。はい、仕掛けを投入してから10秒です。今は団子あたり出てないですね。で浮き下 3m にしました。でさっき団子あたり出ちゃってたんで、団子をねちょっと小さくしてすぐ割れるようにしました。で団子の握りが4回です。で重り負荷 2.3g から 2.35g って感じかな。はい、当たりが出るときはもう円錐浮きのように沈むと思われます。日陰になっててちょっと暗くて見にくいんだけどね。
今回は団子あたりなしで、今1分ですね。餌取りいねんかな。まあでも多分釣り始めだからいないのかもしんないし、これから寄ってくる可能性全然あるね。で1分15秒経ったんで回収しましょう。2投目餌ないですね。どこで取られたかちょっと分かんないけど餌ないですね。はい、仕掛けを投入してから10秒ですね。今6投目です。で団子の握り6回にしてみました。団子のあたりが出るかもしれないですね。潜ったね。まあこれは無視してみようか。20秒とかだね。団子あたりが出てるっぽいね。でこれで何秒で終われるかってちょっと把握したいですね。今浮き沈みしてるの全部無視して、これも無視しましょうか。今53秒割れたっぽいな。今ので潜ったね。合わせよう。乗らず餌残ってるっぽいね。これは強い握り6回すると1分ぐらいは持つというのが分かった。これはこれで OK。 いや、何がいいかっていうと団子が途中で割られてないっていうのが分かったんで、それだけでもいい情報ですね。たまにアイゴが入ってて途中で割られてしまうことがあるんですよね。その時は団子の握りを10回ぐらいにしないとそこ取れないってことがあるんで、あえてちょっと強めの握りを入れたっていう感じですね。なのでアイゴが取ってるわけじゃなさそうですね、餌ね。はい、仕掛けを投入してから11秒ですね。団子の投入回数9投目ですね。で強い握り4回ですね。今のところ魚釣れてないですね。当たりもね。30秒のところでなんか不自然な沈み方。1分弱は持ってるのかな。怪しいね今のね。潜ったね。合わせようか。乗った。ちょっと大きいか。団子をねちょっとねちっちゃくしたんだよね。これはねもうフグの可能性がすごい高い。この竿の叩き方すごいでかいフグか。アイゴかな。なんだろうこれ。ベラ9000ベラ。でかくねえか。なんかブダイかってぐらいでかくねえか。でかいよね。普通に20超えてんだけどベラの親分ですね。ありがとねベラちゃん。でかいよあんた。すごいね。はい、仕掛けを投入してから13秒。投入回数11投目ですね。だいたいパターンが分かってきましたね。団子が割れるのが多分1分ぐらいで、そこから当たりがあるのがね1分10秒らへんでなんか頻発してるかなって感じ。夏に比べてメジナがいないですね。この時期になると。今12月なんで4ヶ月経つとメジナの群れはどっか行くみたいですね。それとも寄ってくるのか分かんないけどね。これも怪しいけどね。仕掛けが全く流されなくなった。これ変わんじゃねえかな流れが。今日はね南西の風が吹くんで
右から左に流れてくれた方が嬉しいんですよね。今10何秒、14、6秒当たりだね。合わせよう。乗ったけどちっちゃいな。ベラですね。しょうがないけどね、この時期はこいつらと遊ぶしかない。ベラちゃんバイバイ、ありがとう。だいたい V まで 30m ぐらいかな。本気で投げればね、あれもっと投げられる。今6割7割の力で投げてるんですけど、フルキャストするともっと超えるね。おお、投げれるね。はい、仕掛けを投入してから10秒ですね。団子を小さくしてかつ団子の握り5回で、フルキャストだいたい 30m ぐらい飛んでますね。浮きが浮き沈みしてる。これは団子でいいんじゃねえかな。ラインが走れば合わせるけど。今出てきたね。これか、これだね。これは団子でいいと思う。まだちょんちょんやってるってことはまだ団子割れてねえんだろうな。今日あんまり団子をいじってくんねえな。割れたね。1分で割れたね。あれぐらい投げると水深が変わってそうだけどね。30センチ深くなっててもおかしくないかな。餌ないかな。左から右に流れんだね今日はね。回収します。餌は残ってないどこかで取られてる餌取んのうまいな今日。はい、潮が満ちて水深が深くなってると思うので、20センチ深く取りましょう。このぐらいですね。はい、仕掛けを投入してから9秒です。投入回数23投目程度。団子の握り5回で浮力調節を浮きにしました。G5 のガンダムを1個抜きました。 0.16 浮力がね上がってますね。だからだいたい総量にすると 2.16 とか 2.15 とかそんな感じで、ちょっと団子あたりが出るのかなという感じでやってみます。出てないですね今のところね。ってことは G1 あの大きさの団子で5回握るとだいたいあれなのかな、 G5 分の浮力は耐えるってことか。これはいいこと知ったな。じゃあ回収しましょう。団子あたり出なかったね。これは一ついい研究だぞ。俺団子あたりが出ない。あれぐらい握っても10回でやってみようかな今度。今仕掛けを投入してから12秒ですね。団子の握り10回です。で G5 のガンダム1個抜いてますね。だいたい浮力にすると 2.15 とかそんなもんだね。やっぱこれは団子あたり出るね10回は出るね。これ多分宙吊り団子みたいになってると思う。どうやって当たり飛んでって話じゃない。で多分浮き沈みしてるってことは団子が残ってるってことなんですよね。団子が小さいながらも当たりが出ているという感じかな。飛距離は変わんねえな。5も10も変わんねえな。
初速が10の方がまあ力いっぱい投げられるから、まあ多少は安定するだろうけど、でも完璧に沈まないから。潜ったね、合わせよう。よいしょ。浮き下が多分合ってないから、あの部位を超えてるからね今ね、釣ってるところ。はい、仕掛けを投入してから15秒ですね。投入回数25投目、団子の握り4回、大円筒ですね。推定 30m 飛んでます。でトップの中に G8 のガン玉を1個追加ですね。大体総量にすると 2.25 とかそんなもんかな。ちょっとだけ浮力を調節した感じになりますね。やっぱ沈んでかないね。沈みすぎるのが嫌だったらこういう風に少しずつ重くしていくのがいいかもしんないね。当たりだと思うけどね。合わせてみる？いや浮いてくんだよなすぐ。いや多分魚だと思いますね今のはね。まあ調子に乗って超投げてるんで浮き下が合ってないってのはあるけど。はい、回収しましょう。多分餌ないね。で仕掛けが左流れですね。今右から左に流れてます。風が左から吹けばやりやすくなりますね。やっぱ餌ないね。いやー多分犯人フグだね。はい、仕掛けを投入してから16秒、団子の握り回数4回。浮いてきた。これ全部団子かな、わかんねえな。団子っぽいね。合わせてみるのも一つの手だけどな。いやフグだな、絶対フグだな。潜っていかねえもんな。乗った。ベラじゃね、でけえベラじゃね。ボイルオキアミでなんか乗ってでけえフグじゃねえか。いやいるのは知ってた。やっぱりこれだよね、こいつ。北枕、ほとんど餌取ってんのこいつだよ。はい、意外とバイバイ北枕ちゃん。はい、仕掛けを投入してから15秒ですね。投入回数46投目、浮き下 3.2m、推定飛距離 35m ぐらいで、強い握り4回ですね。ほんとフグがすげえわ。当たりだね。生オキアミなんですぐ取られちゃうだろうな。いやフグ抜けたんだけど、おそらく切られてるねこれ、針元から針外れ結構いい感じだけどな。根がかりか針外れか分かんないけど。はい、仕掛けを投入してから13秒です。浮き下を90センチ深く取りました。推定4メーターですね。もうちょい投げたかったけど投げきれんかった。で団子の握り4回ですね。これ潜ったら合わせもう全部合わせ下ってないからね。来たよ。
潜ったら合わせって言ったら本当に来やがった。もうやっぱそこ取れてなかっただけかもなさあなんだろうね。首は振ってない。首は振ってないよ。黒鯛かメジナのどっちか。いい沖で食わせたな。黒鯛っぽいな。なんか銀色だ。黒鯛だね。まあ合わせた結果釣れたって感じかな。別に投げなくても釣れそうと思う。夕間詰めだね。よし、いらっしゃいませ。カンチヌとは言わんけどおちちぬですね。変なとこかかっとる。ここ唇の上。大きさもそんなに大きくないね。海図とか言われてもそれで終わりかもね。ね、40もないね。35とかってところかな。でも一発釣れてよかったね。チヌ釣りするんだったらここは12月なんだろうね。ありがとね。君のおかげちょっと元気が出たよ。ありがとう。バイバイ。はい、仕掛けを投入してから10秒です。投入回数52投目とか、黒鯛を釣った後から2投目ですね。まだかろうじて浮きが見えております。もう夕間詰めですね。で、浮き下90センチプラスしてるんで、なんか当たりが出たら合わせてですね。ちょこちょこなんかいじったりしますね。さっき 3.2 メートルとかで釣りしてたんですけど、おそらくそこ取れてなかったですね。もう適当に浮き下をプラスしました。怪しいね。しいけどダメか。45秒。引いてるからな。お、ちっちゃいけど乗ったな。2枚目なんか来たね。なんかよそ見してたら、これはね愛国性な。でも首振ってるね。クンクンってやってるから愛語の可能性が非常に高いね。でもこの時期愛語そんな引かねえんだよな。今日はもうドラグ出さねえよ。もうブイに巻かれたらもう浮きとか全部ね積むからね積むっつうかなくしちゃうからね。それ悲しいんで、まだ強気にやってさバラした方がね楽じゃん。楽っていうか強気にやってバラすんだったらなんかまだ納得できるというか、なんだろう、メジナっぽいな。メジナだね。メジナ夕末に目になって回ってきたね。お、黒鯛とメジナ両方釣ったぞよいしょ。結構いい方コロコロしとるね。はい、ありがとう。これは口太メジナですね。ヘラがね、縁もなんもないし鱗も太いというか大きいんでメジナですね。口太メジナ。大きさはねさっきの黒鯛と同じぐらいじゃない。かかりはいいとこかかってんな。ごめんちゃい。よし、まあ逃がしますか。とりあえずいいの釣れましたね。2枚黒鯛とメジナ。ここは回ってくるんだな、夕間詰めになると。ありがとう、バイバイ。
ボイルオキアミで食ってきたんで結構いいのが回ってきたって感じですね。やっぱ肩見るなら12月なのか、数釣るなら夏って感じだな。いやもう肉眼で見えねえわこれか、これだ。石垣を通りしからね24秒。もう見えねえわ早くももう見えない。カメラで当てるとやっと見えるけど、これも浮き下ってないんで、なんか当たりがいたら合わせですね。まあこれでラストかな。当たったね。もう一回来たら合わせようか。もう1分か。餌ないんじゃないかな。はい、ではこれでラストにしましょうか。メジナとクロダイが1匹ずつ釣れましたね。まあ、一応合わせますが、なんか乗ってますねちっちゃいのがなんか乗ってます。なんだちっちゃいのがなんか乗ってるよ。デラか。うえ、北枕ですね。北枕。まあちょっと終わりにしましょうか。はい。もしね気に入ってくれたらね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。それではさようなら、また。